こんにちは。今日はね、最近流行ってるものが全部同じに見えるっていうことについてお話ししようと思います。なんか最近の流行ってるもの全部同じに見えませんか？まあ、これ僕の意見なんですけど、これが日本だけか、その世界でも同じかわからないんですけど、僕は最近流行ってるものがなんか同じに見えちゃうんですよ。特にそう音楽が同じに聞こえたり、なんかデザインですね。ゲームのデザインとか、会社の製品のデザインとか、もう結構同じに見えたりするんですよ。で、これを思い始めたのが、ずっと思ってたんですけど、特に思ったのが、去年の年末、いろいろ、なんか日本でいろいろ歌番組があるんですよ。紅白歌合戦っていう番組が多分一番有名だと思うんですけど、他にも、レコード大賞っていう番組とか、本当にいろいろ歌の番組があるんですよね。それで僕、去年と、一昨年は、年末に日本にいなかったんですよ。外国にいたので、3年ぶりに、本当久しぶりに年末に日本にいて、紅白歌合戦とか、レコード大賞とか、そういう番組を家族と一緒に見たりしてたんですけど、僕そんなに流行ってる音楽とか、最近人気な曲を知らなかったので、なんかレコード大賞で、勉強しようと思って、いろいろ音楽聴いてたんですね。その最近流行りの歌手の音楽を聴いてたんですけど、なんかね、全部一緒に聞こえるんですよね。それで、なんでかなって思って、なんか全部同じリズムとかね、歌詞も大体同じような内容のような気がしたんですよ。それで、最近その流行ってるものって結構、同じに見えたり同じに聞こえたりするなと思ってこのポッドキャスト撮ってるんですけど、いろいろ例があるのでちょっと話していきたいんですけど、まずアイドルですね。アイドルとかそのアイドルの歌が全部同じに見えたり聞こえたりするっていうことをですね。で、正直このアイドルっていうポイントを話したいからこのエピソードを撮ってるぐらい本当に全然わからないので、そのアイドルが一番最初に話すんですけど、まずこれ友達に教えてもらったんですよね。少し前に友達と一緒に遊んでて、ちょっとこの音楽聴いてみてって言われて、なんかミュージックビデオみたいないくつか見せられたんですよね。で、それで、フルーツジッパーっていうグループと、超ときめき宣伝部っていうグループと、キューティーストリートと、キャンディーチューンっていうグループがあって、多分今その画像出てると思うんですけど、同じじゃないですか。全然違いわかんないんですよ。みんなカラフルな服を着て、スカートも履いて、多分人数がね少し違うと思うんですけど、超ときめき宣伝部が、6人で、フルーツジッパーさんが7人だと思うんですけど、それで最初に友達が僕に見せてくれた、ミュージックビデオがフルーツジッパーさんのミュージックビデオだったんですよ。で、その次に、超ときめき宣伝部のミュージックビデオを見せてくれたんですよね。で、その超ときめき宣伝部のミュージックビデオにはもちろん6人しかいなかったんですよ。6人のグループですから。で、僕、その超ときめき宣伝部を見た時に、フルーツジッパーの人が一人病気で休んじゃったんかなって思ったら、全然違うグループだったんですよ。で、そのぐらいね、なんか全然本当に違いがわからないっていう感じですね。それでこの見た目だけだったらいいんですけど、なんか音楽のスタイルもめっちゃ似てるんですよ。なんで僕はそのフルーツジッパーと超ときめき宣伝部の違いもう本当にわからなかったんですけど、なんか最近のアイドル、こういうタイプのアイドルの歌詞の内容のトレンドみたいなのが、なんか自分が可愛いとか自分に自信を持ちましょうみたいな歌詞が多いみたいなんですね。なのでこの今話したフルーツジッパー、超ときめき宣伝部、キューティーストリート、キャンディーチューン
さん、多分みんなこの、歌詞の内容も大体そんな感じなんですよ。で、まあこれアイドル、僕は全然知らなかったので、アイドルについて話してるんですけど、もしかしたら他のジャンルでも同じようなことがあるかもしれないですね。やっぱりこういうポップの音楽って、本当にいい音楽作りたいっていう人ももちろん、たくさんいると思うんですけど、それよりやっぱり人気になるために、たくさんの人に聴いてもらうために、うーん音楽作ったり、そのファッション考えたりする人が多いと思いますから、たくさんの人に見てもらうために、みんなそのスタイルが、最適化されてるような感じがあるんですよね。なのでこういうスタイルが人気になるって分かったら、みんな同じような感じになると思うんですよ。特に今、インターネットがね大きいですから、どんなものが人気になるかっていうのが分かりやすくて、でも昔はねそんなことなかったと思うんですよ。ポップの音楽とかアイドルの音楽でも、いろんなスタイルがあって、僕はそれを見るのは面白いなと思うんですけど、最近は結構同じなような気がしますね。僕が一番話したかったのはこのアイドルについてなんですけど、他にも例があるので、それについてもちょっと話していこうと思います。次がガジェットですね。例えば任天堂スイッチ、任天堂のゲーム機ですけど、任天堂スイッチみたいなゲーム機っていっぱいあるんですよ。例えばスチームデックっていう、コンソールとか、バライっていうゲーム機とか、リージオンっていうゲーム機とか、全部まあまあ人気だと思うんですけど、みんなね、任天堂スイッチに、似てますよね。その見た目が似てて、で使い方も大体同じなんですよ。もちろんできるゲームは、違うと思うんですけど、見た目とかね、その使い方は全部同じなんですね。で、これもアイドルの時と大体理由同じだと思うんですけど、なんか任天堂スイッチが、発売されて、任天堂スイッチのデザインとか、機能、使い方がいろんな人に気に入られるっていうことが分かったから、多分そういう他のスチームデックとか、リージオン GO とかのデザインの元になったと思うんですよね。その他にもスマホも大体同じ感じですよね。なんか iPhone とか、Pixel、Galaxy、いろいろありますけど、大体同じじゃないですか。見た目とかね、中のチップとかも結構同じなものを使ってることが多いんですよ。最近出たサムソンフォールドとか、ああいうのはちょっとデザインが違いますけど、でもああいうデザインがめっちゃもっといろんな人が使ったら、他の会社もね、サムソンフォールドみたいな形になっていくと思うんですよね。人気なもの、たくさんの人が好きなものにみんな最適化していくっていうので、これも昔はいろんなコンソール、いろんなデザインのコンソールありましたけど、最近はもっと同じになってきたっていうことですね。で、最後はこの会社のロゴですかね。会社のロゴが、シンプルになりすぎっていうことですね。例えばその Google とか、インスタとかマスターカード、これも昔は、デザインがいろいろあって面白かったんですけど、全部シンプルになっちゃった感じですよね。すぐに見て分かりやすいっていうメリットはありますけど、昔のいろんなデザインがあった時の方がなんか面白かったんじゃないかなっていうのも時々思いますね。やっぱりそのシンプルだから、なんかデジタルっていうかウェブサイト、ウェブのページとかで使いやすいっていうのはわかるんですけど、そういう同じようなことが多いっていうことですね。他にもね、車とか建物とかいろんな例はあると思うんですけど、こういう最適化されたからデザインが全部同じになるっていうのは、ちょっとつまらなくなってきたかなみたいな感じですね。そんな感じで今日は流行っているものが全部同じに見えるっていうことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。